だから宗教の世界っていうのは、いわゆる宗教でない宗教に関係のない世界と違いましてね、宗教で関係のない世界は、あるもんがそのままある。茶な茶がここにある。お茶なお茶がここにある。人間は肉体としてここにある。50年、80年ここにある。それだけなんですね。50年、80年の生命だけがここにあるわけです。精神といっても、肉体細胞の肉体の頭脳の働きが精神現象という、そういう考えだけでしょ。それは宗教的な考えはそうじゃなくて、永遠の生命から来てる響きがね、光がこの肉体を動かしている。肉体を器として、霊なる本体があって、肉体を器として動かしている。だからどっちが大事だかというと、霊なる本体のが大事なんで、肉体は本体に動かされている器であり、場であり、ね、道具なわけですよね。だから肉体の50年、60年、80年がなくなっても、自分はそのまま永遠に霊界な深海な生き続けていく。そういう考え方が宗教的な考え方でしょ。そうすると、さあ、一番大事な時が何かと、死ぬ間際ですね。死ぬ間際になって、何にもない有物乱者、どこも頼るとこない有物乱者がね、苦しみながら死んでいく。どこも行くとこないわけですよね。それで、肉体が終わったら終わりだと思ってますから、肉体がなくなったらもう行くとこないわけですよ。ないんだから。思いの中で肉体かり生命がないんだから、肉体がなくなったら行き場所がなくなっちゃう。そこで、真っ暗闇の中に行っちゃう。命のないところ、光のないところにうずくまって、で、病気の姿のまま、病念を持ったままやってるんですよ。何年も何年も。ね。ちゃんと宗教的に分かった人が、お経を読んだり、いろいろお祈りしたりして、光を投げかけて、目を覚まさせて、散々覚まさせて、それで、覚めるわけ。宗教的な観念がない。肉体だけがこの世の存在だと思っている人は、もう亡くなる前、亡くなった後が惨めですね。とか、宗教的に肉体は霊の器であり、神の器であって、命はそのまま永遠の生命として神の御心の中に生きるんだということが分かっている人は、肉体が終わるときにね、終わった後、スーッと死後の神殿に守られて、自分の行くべきところへ行くわけです。村さんの霊界寿司にありますようにね、それで向こうでちゃんと与えられた場があって、そこでまた修行もありますけども、光り輝いて生きるわけですよ。明るい生活をするわけです。どっちがいいでしょうね。誰でも50になり80になります。やがて死ぬんですよ。やがて死ぬ場合に死んだ先にね、こんな暗いところでずくまって、こんななっている。あるいは例えば金貸しなら金貸しとしますね。そうすると死んでからも、数えてるんですよ。いや、すごいのがあるんですから。もう金持ちで金がいっぱいあってね、いつも金ばっかり頭にある人。部屋にこもっちゃって、札にいっぱい囲まれ、窓も何もありません。札に囲まれて、札の中で。こうやってるんですよ。それだけで終わって。そんな惨めな生活はないでしょね、それは物質にとらわれたそのままだから。ところが、神様一人一人明るい世界でぐる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 回ったり、光の中入ったり、ね、いろんな音楽聴いたり、いろんな絵を見たり、ね、そうして暮らすわけだ。皆さんはね、物質って言うと肉体だけが物質だと思ってましょ。ところが物質というものは、肉体界にも物質がある。横の波が物質的なんですよね。縦の波が精神的なんです。で、肉体界にも物質界があるし、有界にもあるし、霊界にもある、深界にも物質界があるんですよ。それで、だからよくありましょう。深海って見たらば、ね、富士山がずっと見えたとか、お社があったとか、ね、山があったとか谷があったとかって、よく霊界を見た人が言うと、村先生よく書きますね。物質がないものはそんな見えるわけないでしょう。ところが、深海にも物質波動があるし、霊界にも物質波動があって、ね、もっと肉体界ずっと微妙だけどもあるわけです。それで、この世が本当に地上天国ができる場合にはどういうことになるかというと、今の肉体の人間みたいな愚鈍じゃないの。愚鈍だ、うどんだか知らないけど、とにかく呪いですよね。一を聞いて十を知らないんですよ。パッとわからない。人の心さえもわかんない。何にもわかんない。ただ、肉体の姿を見て、あの人鼻が高いな、目が大きいな、こう見るだけでしょ。我々は、肉体の鼻も見ますよ。あの人鼻が大きいなと見ることもあるけども。その鼻を通しちゃってね、奥を見てますよ。
奥が見えるわけね。皆さん鼻の穴とか目玉だけ見える。それが、まあね、あんまり聡明じゃないよね、それは。やっぱり肉体の姿を見ると同時に心の中を見え、ずっと奥まで見える人間が多くできなきゃいけませんでしょ。お互いが心の中見え合ってたら嘘も隠しもないから、お互いに騙し合うことはありませんよね。お互いが騙し合うことはない。お互いに騙せないし騙すことも必要ないという世界ができれば、嫌でもでも平和になりますよね。だから、形ある世界だけを良くしようと思って、いかにね、こういくらあがいてもね、形の世界だけでやってるうちには絶対に世界は平和にならないんですよね。やっぱり心の世界を変えていかなきゃならない。心の世界を変えるためにはどうしたらいいかというと、各人が持っている潜在意識。潜在意識はもう善悪混交ですから、その潜在意識を清めなきゃならない。清めるにはどうしたらいいかというと、我々の祈りに皆さんが祈って、祈りの光をね、神の光をずっと自分を通していろんな人にこう放射するわけですね、神の光を。そうすると潜在意識がきれいに現れてくる。潜在意識がきれいに現れれば、実在の神の愛の光、平和の光がその人に入ってくる。そうするとね、だんだん社会が明るくなり、世界が明るくなっていくんですよ。だから我々はまずね、集まった人がまず先達となって、それで世界平和の祈りをね、世界中に振りまくんです。世界中に、ね、自分を通して世界平和の祈りを振りまいていくと、知らないうちに周りが明るくなる、ね、日本が明るくなり、世界が明るくなっていく。そうすれば、形の世界はおのずから変わってくるわけです。そういうことを私どもやってるわけですからね。どうぞ皆さんも自信を持って、消えてくさったな。何かあったら消えてくさったな。世界人類が平和だな。自分の世界平和の祈りによって、誰かしらが救われていくんだ。世界のためになってるんだ。ね。我々は、例えば80のおじいさんでも、90のおばあさんでもね、世界人類がやってればね、それがもう自分の体を通して光が振りまかれていくんだと。そういうふうに自覚を持ちましてね、これで祈りを続けてください。そうすると形の世界でもう一生懸命働いているように見える人よりも、ね、世界平和の祈りを本当に真剣にやっている人の方が、いわゆる、功徳としてはずっと多いわけですね。形の世界でやるのも結構ですよ。それは個人を立てる、要領を立てるね。一生懸命やる人も本当に立派だと思います。しかしそれだけではダメ。心の世界の浄化運動とね、清めの運動と、形の世界の運動が手を組んでやることによってね、それで初めて世界が平和になるんですよね。で我々はまず、心の問題を先にして、心の清めを先にしながら、そして現象界では一生懸命自分の、ね、働き場を通して、持ち場を通して、銀行屋さんは銀行のことを一生懸命やればいいでしょう。貿易者は貿易のことを一生懸命やればいいでしょう。お医者さんはね、一生懸命病人を治せばいいでしょう。そういうふうに、この世界を主にして、それで形の世界では、この場の環境に従ってやっていくと。そうしてやっていくことを、私どもは提案しておるわけであります。じゃあありがとうございます。